イドナウです。今日は富士スピードウェイに来ています。ニュースで流れてもうご存知の方も多いと思います。トヨタ自動車が、水素を燃料にした水素エンジンの開発を発表しました。それをね、富士24時間という5月に行われる、耐久レースで走らせるんですが、今回はねそのテストデーなんですよね。公式テストデーで、初めて走らせるということで、それを取材に来たというわけですね。水素エンジン、まず水素燃料電池車と水素エンジンが何が違うのかというところからちょっと説明した方がいいと思います。なるほど、簡単に言いましょうね。でもこれ長くなるから、水素燃料電池、未来ですね。未来とかの燃料電池というのは、水素をタンクに溜めていた水素と酸素を化学反応させて電気を作って、その電気で電気モーターで駆動するのが燃料電池車。水素エンジンはもうそのまま水素を燃やす。つまり我々が今まで使っているガソリンの代わりに水素をシリンダーに突っ込んで爆発させるという、そういうことですね。今回はその燃料電池車でかなりなんていうんですか、みんなが知っているトヨタが実は水素を燃やすこともやっていたということが明らかになったということですよね。いきなり発表でした、そう、しかもそれをいきなりレースで24時間走らせようというのが、今のトヨタっぽいし、森蔵さんっぽいんだよねと、トヨタ秋夫社長がやろうってすぐ言ったらしいんですよ。それこんなのあるんだけどって持ってったら、いいね、レースやろうっていやもう本当らしいなというところなんですけど、そういう車を今回は、見に来たというかね。車好きとしてはですよ、その水素エンジン自体は、もう70年代ぐらいから実験というか開発はされていたそうじゃないですか。そうですね、いろんなメーカーが。で最近で言うならばね、みんなの記憶に新しいところだと BMW のハイドロジェン7、あとはマツダの RX8 の水素ロータリー、というのはね結構覚えてますよね。水素は、燃やすのかなってみんなあの時は思ってたんですよね。と思ったら一回やめちゃったじゃんという気持ちがあると思うんですが、今回のその、GR の水素エンジンというのは今までと何が違うんでしょう。いろいろ本当に細かいこと言っていけばあるんですけど、今回のエンジンはまず、未来のユニットを結構ね、エンジンというかエンジン本体じゃなくてその周り水素燃料タンクとか高圧水素タンクとかその辺の引き回しとかは未来のパーツを結構使ってるということで、気体です。気体の水素、BMW は液体でしたよね。液体ですごく冷やしたやつを、簡単に言えば魔法瓶みたいなものの中に液体水素を入れて、それを使わなきゃいけなかったんですね。なので数日間で揮発というか、1ヶ月2ヶ月の間にボイルオフしちゃって空になってしまうからみたいな話がいろいろありましたね。あったんですが、今回は未来と同じなので気体にタンクに入った気体、なのでしばらくは全然大丈夫という。水素ロータリーは覚えてますか？内容スペック僕あんまりよく覚えてないんですけど、2つあったんですよね。ロータリーでそのまま走る RX8 のタイプと、プレマシーは、ロータリーで発電して走るレンジエクステン、今でいうとこのレンジエクステンダーだったんですね。その辺、ロータリーあれはもうロータリーの NA でしたよね。今回のエンジンはまず直噴で下級です。直噴ターボだからもう GR ヤリスの 1.6 リッターの直列3気筒エンジン、ターボエンジン、あれほぼそのままなんですよね。本当にインジェクターとかその燃料吹くところとかそういうところが違うだけで、ピストンとかコンロットとかそういう中身のパーツ、タービンとかその辺は全部一緒なんですよ。というのがそうだから言ってみればその、直噴と下級というのが大きなポイントかなと。未来の燃料タンクと水素高圧系に GR ヤリスのエンジンで、ちょっとだけ部品を変えてレーシングカーに仕立てて、それをカローラの中に入れてきたと。そういう感じですね。ただ開発陣は、相当突貫工事で作ったと言っていましたが、その裏に実はでも相当長く開発してきたんだよ。それから、もう一つ基礎開発の部分、それからもう一つは、その性能についてはかなり自信を持っているっぽかったです。そうですね。ハイドロジェン7って6リッター V12 かな、なんかそのぐらいで200馬力とかなんかそんなしか出なかったんですよね。だから水素ってもっと持ってるカロリーが、ガソリンの6割とか、そんなもんもっと少ないと思います。そんなもんしかないから、パワーは当然出ないんですよ。同じだけ吹いても出ないはずなんだけど、今回のエンジンに関しては、最初にねやっぱ聞いた時にパワー出ないんじゃないのっていう話を思ったんですけど、大体ガソリンエンジンと同じぐらいのパワーが出ますと言っていたんですよね。でもう一つは低速の立ち上がりの月はガソリンよりもトルクは、低速トルクは出せますと言ってましたね。
水素って燃やそうと思うと瞬時に燃えるんですよね。さっき10倍ぐらいって話がありましたっけ、ガソリンを吹いてその中で燃やすのに比べると、もう水素はもう吹いて着火した瞬間ぶわっと燃えると、むしろ燃えすぎるのが、コントロールが大変というぐらいのものだと言います。というわけでよく燃えるということは、瞬時に燃えるということはトルクが出てレスポンスがいいということですよね。だから低速はそれでいいと。高回転域まで回した時どうなんだろうと思ったけど、聞いててもね、なんか悪くなさそうなことを言っていましたね。はい、一つにはその直噴がすごくポイントのようです。肝だからあんまり教えてくれないですけどね。はい、直噴で、気体を吹くわけですけども、ずっとねトヨタ D4S やってきましたよね。そこの直噴技術がかなり、この燃料がガソリンから気体になっても活用できるというか、ノウハウが活用できると、そういうもののようですね。そしてこのレーシングカーには、4本の水素タンク、未来のものをベースとしたものが入っていて、4本で 7.34 キロ入っているそうです、水素が。現行未来のだからセカンド水素タンクだから、2キロぐらいかな、2キロちょっとぐらいのものが2本と、それのちょっと短縮版だっけ、が2本入ってると。で 7.34 キロ、現行未来が 5.6 キロかな入るんで、それよりもかなり大きい容量なんですけど、それがねいわゆる鉱石スペースのところに入ってますね。で、もうカーボンで補強されて、でさらにその外にももちろんロールケージも入っていて、だから安全対策は必要十分に行っていて、 FIA とそのレギュレーションについてしっかり固めた上で、今回参戦ということで、なので例えば24時間その水素中に内蔵している水素だけで走りきれるとか、そんなことはもちろん全然なくて、何周と言ってましたか？おそらく12、13周だろうと言っています。7.6 キロだから、例えばの話、それ未来に 7.6 キロ乗っけたら、多分1000キロ以上走るぐらいの量なんですけど、それを燃料電池ではなくて吹いて燃やしての場合は12、13周って、富士スピードウェイって1周5キロ弱かな、だから、50キロぐらいか、走んないね全開走行で、快晴もなくて、そもそもこの航続距離についてはまだまだ伸ばせるけど、とりあえずまず今回はそのレースで信頼性とか高めていくための実験なんだということを言ってましたから、航続距離についてはまだ気にしないでくれという、そうですね。当然そんな性能が出てるわけもなく、さっきねその話になりかけましたけど、実験はしていた。でもまだまだ市販レベルでも全くないんですよね。だけどせっかく走る車があるんだから、レース出して鍛えればいいじゃんっていうのが、森蔵さんというか豊田社長のアイデアで、実際12、13周で入ってくるということはですよ、1周ざっくりじゃあ2分としましょう、12周でも24分ですよね。24時間レースだけど24分で1回ピット入らなきゃいけないってことは1時間2回以上でしょ、相当ですよね、48回では多分足りないから、この24時間レースの間で50回以上ピットに入る。だから実は最初にそれを、豊田さんと、豊田社長と、GR カンパニーの佐藤プレジデントの会見で話した時にはね、いやおそらくピット要員が一番の耐久レースでしょうって、森蔵さん言ってたんですけど、まさにそうなりそうな感じはありますね。今回のレースはちょっと話はそれますが、その水素エンジンについて興味津々の人が多いでしょうから、今回も直接開発者の皆さんに、いろいろ質問させていただきました。この先水素エンジンっていうのはどうなっていくと言ってました？現行のね、今回使う水素エンジンは本当にまず GR ヤリスのエンジンそのままに近いんですよね。水素の本当に一番効率のいい燃焼とか考えると、もちろんいろいろ中身変えていけると思うんだけど、今回とりあえずそんなにコストもかけることなく、実現可能なところでやりたいというのがあって、それでやってる。なんで例えば燃費がやっぱり出ないとかいうのはあるんですけど、まだまだでもね、それもね伸びしろがあると言ってます。水素ってすごくリーンに燃やせるんですよね、リーン、つまり気白燃焼がやれる。もう僕は直接それを見たわけじゃないけど、さっき開発の方と話してたらね、世間ではラムダ5、ラムダ6なんて話もありますが、うちはちょっとそこまでは言えませんみたいな。ラムダ5ってことはね、燃料に1に対して、酸素が 5、ねっていうぐらいのリーンなわけですよ。
そういうことができるようになると、めちゃめちゃ確かに、燃費も伸びるでしょうと。でその、気迫燃焼域、燃焼域をどれだけ使えるかによって、レーシングカーとしての航続距離も変わるし、もちろんその乗用車になった時は、基本的にリン燃焼が主になってくるでしょうから、常に全開という人はあんまりいないでしょうから、でそう考えるとこのレースで、そんな50キロしか走らないっていうのは本当に時期尚早というのは間違いないですね。それはもう本当生まれてもいない赤ちゃんを突然もう競争させてるようなもんですからね。そう、ただ今回本当エンジンがねタービン含めてノーマルってことはそんなに空気をぶち込めない、ブースト3とか4とかかけられないだろうと思うんで、そこまでのリーンじゃないと思うんですよね。だから逆に言うと例えばの話、今の車じゃあブースト2ぐらいでやってるかなと想像したら4までいけたら、まだ倍走るんでしょって考えると、まだまだ伸びしろはすごくあるぞという感じなのかな。燃料自体としての特性も燃えやすいということを利用して、先ほど言ったように低回転でトルクがあるエンジンも作れるし、エンジン自体が耐えられるのであれば高回転での制御がしやすいという話だったので、高回転型のエンジンっていうのが今までのガソリン車よりも作れるはずなんです。高回転型エンジンっていうのはつまり一瞬で燃えさせないといけないわけですよね。時間が短いから、燃え切らせるのが大変なので高回転エンジンって難しいんですけど、スイスは勝手にというかすごく燃えてくれるので、どんどん回してもどんどん燃えるっていう性質があると。だから高回転化しやすいということですね。で、先ほどそのエンジニアの方3名とお話をしていたんですが、じゃあ燃えやすいを利用してツースト化っていうのは考えられないのかっていうと、3人揃ってギクというここにギクって書いてありますよね、ぐらいの顔をされていたのでどうやらツーストの水素エンジンというのは技術的に考えられるみたいですね。そうそれも含めて本当にまだ実験室にあったもおかしくないものが今走ってるような感じなんで、今後いろんな展開があり得ると思うんですよね。ツーストも多分できるでしょうけど、じゃあそれはね、コストとかも含めた需要性、車体側のとかも必要だろうし、でも可能性としてはどうもいわゆるエンジンというものには、要は電気モーターじゃないものにも多くの可能性があるよなということをちょっと改めてね思います。これポイントとしてね、いやでもそんなの燃料電池でいいじゃんとかバッテリー EV でいいじゃんって話はあると思うんですけど、ここでね、なぜトヨタさんがこの車をレースに出そうとしたかっていう大きな理由が、モータースポーツ界のサステナビリティを考えてるんですよね。やっぱり例えば全部電動車になっちゃったら、今日まさにこの車が出るスーパー耐久ってどうすんのって、みんな電気モーターの車でやって24時間レースも成立しないですよね。とか考えるとね、やっぱ内燃エンジンの車というか、エンジンでそれを、カーボンニュートラルな水素で動かすことができるっていうことが、いろんな車でそれが可能になるならば将来的にね、非常にモータースポーツ界も安泰というかであろうというのがあると。すごいエンジンチューナーって人たちがいるわけですよね。そういう人たちの技術も生きていくしとかっていうのがすごくあると。で今回の車ってルーキーレーシングが走らせるんですよね。ルーキーレーシングというのはトヨタ秋夫ファウンダーがやっているプライベートチームが、GR から委託を受けてという形なんですけど、スーパー耐久で GR ヤリスをね走らせてたんですけど、その面々がやってると。だからもう本当実験室なんですよね。BMW の、ハイドロジェン7、あれもそうだったんですけど、技術的にはもちろんこの GR もバイフューエル、つまり水素もしくは燃料の両方で走るエンジンを作るということはもちろん可能だそうで、そうですね。ただポートの数を燃料吹く側と水素吹く側作らないといけないので、このエンジンのままでは無理だけど、ポートというか、インジェクターをね 2個置かないといけないので、でもやろうと思えばすぐだよねとか勝手に思えるんですよね。考えると、電気自動車 EV よりは、なんというか水素はすぐ充填できるし、そしてガソリンスタンドはどこにでもあるしということで、両立しやすい技術の一つなのかなと。いつもは水素入れといて遠く行って水素ステーションなかったらガソリン入れようかなみたいなので、十分もちろんピュア EV にはかなわないかもしれないけど、かなり CO2 排出量を減らした車に乗れるよねということですよね。話変わりますけど、島下さんガソリンを燃やすこと自体に興奮ってあるんですか？ないです。
あの匂いにたまらんとかはないです。何がエンジンがいいところですか？やっぱ音と振動でしょ、はい、と思ってるんですよね。それは私も同感で、はい、ガソリンの排気量によってないと、はい、車が感じられないっていうことは私もないし、見てる皆さんもそうだと思うんですよ、はい、ただ EV は静かで滑らかで、スムースで、下からトルクがあって素晴らしいんですけど、何かが燃え上がるようなこれ情熱がないのは、はい、つまり音がそうですね、振動もそうですけど、はい、がないというところが、どうやらこの車は、音に関しては全く失っているものはないっぽいですね。むしろ回していった時にはその燃焼が早いんで、レーシングな音がしますよというものなんで、面白いですよね、はい、そうだから何ももしかしたら失わずに、コストとかあるんだけど、なんか面白いものをもっと今よりも環境コンシャスにやっていけるんじゃないかと、車を楽しんでいけるんじゃないかと、はい、E フュエルの動きもありますけど、この水素をそのまま燃やすというのは、E フュエルよりも効率は絶対いいはずですね、はい、そうまさにね、今回も浪江町のプラントで作った水素で走らせるそうです。浪江町のプラントはカーボンニュートラルができるわけですから、はい、と考えるとモータースポーツ界もカーボンニュートラルでできるし、僕らの車のお楽しみ、その吹け上がりとか、はい、バイブレーションとかそういうものもまだまだ楽しめるんじゃないのっていうのを、見せてくれるということで、すごいね興味深い試みだなというふうにね僕は思ってますけどね。このカローラベースの、水素エンジン車ですけど、はい、エンジニアの方に聞くと、信頼性、24時間レースを走りきれるかというところについては自信がありますという言い方です、もちろんトラブルはレースですから、はい、どんなガソリン車だってトラブルはあるそうですね、けどどうやら走りきれる自信があると言っていました、はい。富士スーパーテック24時間耐久レースかなという、スーパー耐久の、うちの一戦、24時間レースの中で STQ という、そういうちょっと実験車両みたいなものが走れるクラスで走るんで、そのねピット回数が多いんで結果は出ないと思うんですよいわゆるねすごい上位に行くとかは分からない。これから1ヶ月の開発でめちゃ速くなるかもしれませんけど、だけどね、例えばその僕らが今話したエンジン音とかはここで体感できると思うんで、ちょっと今からこのね1ヶ月後の状況わからないんですけど、見に来れるようだったらね、ぜひね車好きはそれを確かめに来るというのもいいんじゃないでしょうかね。蓋開けて走ってみたらめちゃくちゃ速いとか、そういうサプライズもあるかもしれません他にもね多数車が走る、なかなか面白い本当名物になるレースなんで、はい、これを機にちょっと来てみるのもいいんじゃないでしょうかね。芝生に一日寝転がって、はい、見るのも楽しいと思います。ですね。